山に入れなくなった話第2話。高校卒業した俺は大学に進学せず映像系の専門学校に進んだ。その学校の卒業生が立ち上げた代々木の小さな映像制作会社に就職したのだが、この選択がまずかった。なんせ零細企業のため人がいない。社長を含め5人しかいない会社なので、打ち合わせから撮影、編集に至るまで全てこなさないと仕事が回らないのだ。当初は全ての制作過程に携われるのが楽しかったが、入社して3年も経った頃にはだんだんと苦痛になっていった。特に営業がつらかった。先方の要望を聞き、おおよその予算を伝え、企画を始終選択して実現可能なプロジェクトに落とし込んでいく。ほとんど全ての場合において、先方の要望は予算を大幅に超えるものであり、これこういう理由でこのくらいの予算が必要になりますよと伝えると、決まって嫌な顔をされた。零細制作会社が相手にするようなクライアントは、大概が映像企画自体が初めての中小企業であり、先方の担当者はあれもしたいこれもしたいと夢ばかり膨らませて予算との葛藤を抱えることになる。大手の映像制作会社のプロジェクトに加わって歯車の一つとして編集なんかを担当する方がよほど俺の性分に合っていた。その日はとある中堅プロダクションの企画会議に参加するため、道玄坂の喫茶店に呼び出されていた。会社を仕切る役目のディレクターがプロジェクトの内容を各担当に説明していく。俺の会社は嬉しいことに編集の下請けという役割だった。自分で企画を取り仕切る必要もなく、それなりの予算を確保して会社でパソコンをポチポチする下請け仕事が俺は大好きだった。下請けで割のいい仕事なんて回ってくることは稀だったが、自分で言うのもなんなんだが、俺は没頭型なので仕事が早く、締め切りに追われることもなく、むしろ早めに切り上げて趣味の時間に費やすことができた。それを見越して先方がよこした作業は結構なボリュームだったが、それに見合うだけの予算もしっかりつけてくれていたので快諾した。プロジェクトの内容は本当にあった心霊映像100連発みたいなよくある DVD の企画で、俺の会社に当てられた役割は、提供された映像素材をうまいこと怖い感じにして、お化けがちらりと映り込む細工を施して先方に納品するというものだった。子供の頃に壮絶な恐怖体験をしていた俺は、お化け系の映画やテレビ番組などは苦手だ。お化け屋敷なんて入れるはずもなく、高校や専門学校の友達には随分バカにされていたものだった。お化けはいるかどうかわからないが、恐ろしい神様はいるのだ。かつて親友2人が行方不明になった経験をした俺は、そっち方面に関しては消えないトラウマを抱えていた。だが仕事となるとそんなことも言っていられない。しかも企画自体フィクションもいいところで、さらにこちらは仕掛ける側、なんとかなるさと深く考えるのはやめ、TSUTAYAで心霊系の DVD を何本か借りて会社に戻った。撮影チームから送られてきた大量の映像素材をパソコンに取り込んで確認する。この撮影チームはひどく雑な仕事をするようで、映像はブレブレ、お化け役の人の後ろに
スタッフの足が見切れている。暗めの映像作品にするはずなのに、カメラの感度を上げすぎて室内が明るく映りすぎている。などなど、非常に陳腐な映像の数々を見て俺はため息をついた。映像がブレればリアリティを感じるなんて甘えだと思っていた。撮影チームも100本分の映像を撮るのに大急ぎでやっているのだろうが、これではやっつけ仕事にも程があるだろう。このチープな映像を一発の心霊映像に加工する。画面全体の明度を落とし、コントラストも下げる。青いフィルターをかけて薄暗い雰囲気を醸し出す。お化け役の人や不可解な光を切り取ったり、映像を重ねたりしてそれっぽくする。できた映像からクラウドにアップしてディレクターにチェックしてもらう。直しが入れば対応し、 OK ならそのまま次に取り掛かる。毎日20時間近くぶっ通しで編集を続け、納期まで1週間を残して全ての編集が終わった。我ながら大した仕事量だと思う。あとは誰にはばかることもなく、会社のパソコンで堂々とゲームができるのだ。仕事にも勝る集中力でオンラインゲームをやり込んでいると、ディレクターから着信が入った。直しかと思って舌打ちをしつつ電話に出る。画面ではゲーム画面が停止している。ディレクターの要望は、おまけ要素として追加の映像を編集してくれないかというものだった。なんでもテレビ番組の特番用に撮影した映像があるのだが、番組自体が取りやめになったらしく、宙ぶらりんになっている映像素材を入手したので、それを DVD に収録したいとのこと。納期は大幅に残っているし、もちろん追加の報酬も発生するので、俺はその依頼を快く引き受けた。社長に報告してゲームに戻る。その夜にバイク便で届いた新たな映像素材を確認する。さすがにテレビ用の撮影チームが撮った映像は綺麗で雑な仕事はしていない。俺は映像素材のクオリティの高さにテンションが上がり、そのまま全ての素材をチェックすることに決めた。全てを見終わるのは深夜になるだろうが、どこぞのやっつけ映像素材にうんざりしていたので、綺麗な映像素材を見るのが楽しかったのだ。映像の内容は、どこぞの森だか山だかの心霊スポットにタレント数名と霊媒師のおばさんが潜入し、案の定タレントの女の子が気分が悪くなり除霊をするというありふれた内容だった。撮影段階から最適な露光で撮られた映像は結構怖いものがあった。カメラの向こうで出演者がライトに照らされ、その向こうは暗闇になっている。そこでいろいろ起きて女の子が泣き出してロケバスに戻り、霊媒師のおばさんがお祓いするも、ここでは完全に払いきれないので、お寺に行って再度除霊をしましょうという流れになった。ゾッとしたのは、お寺での除霊シーンで、正座して首を垂れてうなっている女の子の後ろで、霊媒師のおばさんがお経みたいなものを唱えながら肩や背中を叩いたりしている。不意に顔を上げた女の子が頭をぐるりと回すのだが、その時に女の子の目が一瞬カメラを見るのだ。何気なく見ていて、ふと気になり、女の子の顔のところを拡大して初めて傷つくくらいごくごく小さなポイント。しかも一瞬の出来事なので、テレビで見ている人は気づかないだろう。そんな些細な演技を
この女の子がしたのだろうか。そんな細かい指示をディレクターは出したのだろうか。言ってはなんだが、これは心霊番組だ。泣いたり叫んだりする演技の他に、そんな細かい演出など番組全体にとって意味がない気がする。しかも女の子の目が怖いのだ。うつろな三白眼で目線がぐりぐり動いている。そして一瞬カメラを見る。拡大してその場面を見たとき、ぶわっと鳥肌が立った。うわっと声が出て恥ずかしくなり、周りを見ている会社にいるのが俺一人だと気づいて安心した。と同時にうすら寒くなって今日はもう帰ることにした。結果として編集が終わって出来上がったおまけ映像はめちゃくちゃ怖いものとなった。除霊シーンに重ねてくださいという注意書きが添えられた音声データはおそらく現場で録音されたものだろう。霊媒師のお経と女の子の泣き声の他に、おそらくはスタッフの演技だろうが、という例の声らしきものも入っていた。それをピッチを避けて間延びさせ、いかにも例の声ですよというふうに過剰な演出を施して映像に差し込む。出来上がった作品を会社の皆に見せたところ、これはやりすぎでしょうと同僚の女の子がドン引きし、社長もいやこれすげえわ、お前才能あるねと太鼓判を押す出来栄えだった。ディレクターの機嫌も上々で、作品を確認して興奮した様子で電話をかけてきた。打ち上げだと言われて、今まで行ったことがないような高級クラブに連れて行かれた。まだ興奮している様子のディレクターにおまけ映像の出来栄えを褒められていい気分になった俺は、そもそも映像がいい出来だったので楽な仕事でしたよと謙遜し、周りの女の子たちに持ち上げられて鼻の下を伸ばしていた。帰りのタクシーで気になっていたことを聞いてみた。なんであんなすごい映像が今までお蔵入りになっていたのか。ディレクターはそれこそが自分の手柄だと得意げに話し始めた。あの映像は数年前に撮られたもので、その撮影をした会社はもうなくなっており、権利の関係でテレビ局に眠ったままになっていた映像をもらうことに成功したとのこと。お蔵入り映像なので格安で手に入れたと自慢された。大成功だと上機嫌なまま、俺の家までのタクシー代も払ってくれ。ディレクターはホテルの前で降りた。お客さんテレビ関係の人？一人になるとタクシーの運転手さんが話しかけてきた。いいなあ、女優さんとかにも会えるんでしょ？いえいえ、しがない下請け会社ですよ。どんなお仕事なんですか？いや、今回はあらかじめ撮影された映画を怖い感じに仕上げる作業ですね。怖い感じ？刑事ドラマかなんかですか？いえいえ、心霊番組ですよ。お化け系。ああ、心霊番組。私は怖いの苦手でね。いや、僕もですよ。普段はそういう番組見ないんですよ。でも、そういう仕事していると、霊が寄ってくるって言いません？怪談話なんかもそうだけど。いやいやいや、怖いこと言わないでくださいよ。本当にビビりなんで。いやー、すごいなあ、そういう専門職？パソコンの上手い人はそれで仕事になっちまうんだから、大したもんだ。まあ、と適当に相槌を打ちつつも、俺の胸には霊が寄ってくるという言葉が引っかかっていた。結果、
DVD は無事販売され、そこそこ売れたらしい。Amazon で何位になっているかと確認すると、惨憺たるものだったが、TSUTAYAではおすすめコーナーに置いてくれていた。期待していた売り上げは達成できたらしく、ディレクターから何度か連絡をもらって、今後ともよろしくということで、このプロジェクトは終わった。Amazon で作品の詳細を見たとき、出演者の項目に誰の名前も書かれていないことに気がついた。実録系の DVD で出演者らしい出演者といえば、最後のおまけ発掘映像である例の動画に出てくるタレント数名と霊媒師のおばさんだけだ。まあ気にすることもないかと思ったが、取りつかれた役の女の子木崎美香の演技が迫真のものだっただけに、木崎さんとしても名前は出してほしいだろうなと思った。当然俺にどうこうする権利はないので、心の中でもやっとするだけで終わった。木崎さんも霊媒師も他の出演者は俺もそれまで一度も見たことがなかった。単に無名なだけかと思っていたが、ネットで検索しても木崎さんの数年前までの活動が少々ヒットするだけ。ここ数年は誰も芸能活動をしていなかった。それなら余計に名前を出してやればいいのにと思った。数日後、改めて Amazon で作品の順位を確認すると少し上がっていた。そしてレビューがついていた。残念ながら低評価だった。コメントの内容は、亡くなった方を見せ物にするのはどうかと思います。不愉快です。というものだった。亡くなった方？一体誰のことだ？心霊系なので、お化けは当然亡くなった人たちということになるが、それなら他の心霊作品も同様だ。わざわざこの作品にそんなコメントをするということは、誰か出演者が亡くなっているのだろうか。ネットでもう一度検索する。タレントの情報が少々ヒットするだけで、現在の様子はわからない。霊媒師の名前で検索すると、公式ブログがあった。最後の更新はやはり数年前で、タイトルはご報告。内容は娘と名乗る人物が書いており、この度母伊賀の徳子が逝去いたしました。これまでの活動にご支援いただいた関係者の皆様に感謝申し上げますというものだった。死んでいた。一体いつ？死因は病気で事故？霊とか？嘘だろう。嘘だろう。冷や汗が髪の毛の間から流れてきた。動悸が激しくなっている。落ち着け。全然関係ない。偶然。よくある話だ。不安が爆発して思考が暴走する。落ち着け落ち着けと念じながら必死に呼吸を整える。ブログを遡る。大した情報はない。最後の更新の数日前の記事で講演会の告知がされている。休止したっていうことだろうか。最後の記事、訃報を告げる記事のコメント欄を見てみる。結構な数のお悔やみやコメントの中に、ミカも行方不明になりましたという書き込みがあった。ブログが更新されて数日後のコメントだ。マジか。そう口から漏れて、俺はしばらく気を失っていた。正確には呆然としていただけなのだが、気がつくと会社にも誰もいないことに気がついた。
さすがにシャレにならないので、ディレクターに電話する。すぐに電話がつながって、俺は霊媒師が死んでいること、そしてタレントの女の子が行方不明になっているという書き込みがあったことを伝えた。ディレクターはマジと言ってしばらく黙った後、とめんどくさそうにうなってから、もう何年も前の話なんだから気にしないでいいよと言った。いやいや、そういう問題じゃないですよ。やばくないっすか？大丈夫、やばくないって。気にしたら負けだよ。あれ、販売しちゃっていいんですか？だから問題ないって。そこは俺も局の人間に確認してんだから。君ビビりすぎ。ディレクターは完全にスルーしようとしている。そんな感じで軽くいなされて、じゃあ仕事だからまたね、と言われ、電話が切られた。俺が気にしすぎているのだろうか。大丈夫と言われて少し落ち着いた気がするが、まだ腹の底に重く沈む不安がある。当然ディレクターは編集前の映像素材を見たのだろうが、あの除霊シーンを拡大してまでは見ていないだろう。あの異常なリアリティは、それがマジだったことの証ではないだろうか。そして完成版ではカットしたが、あの時の木崎さんの目、あれはカメラを、俺を見ていたのではないだろうか。寒気がする。震えが止まらない。こんな思いはあの時以来だ。大丈夫だ。気にするな。考えすぎだ。何も起きていない。まだ何も起きていないじゃないか。自分に必死に言い聞かせる。会社にいたくない。人混みに行きたい。俺は会社を出て渋谷方面へ歩き始めた。暮れ始めた街はまだ明るく、少し不安が薄れるが、漠然とした焦りのような感覚が足を動かす。仕事をしすぎたせいか、肩が少し重い。揉みほぐしマッサージに行こうか。渋谷についてもやることなんかなくて、あちこち行ったり来たりしながらひたすら歩いた。肩が重い。特に右肩が凝っているようだ。ふと気がつくと、代々木公園に戻ってきていた。犬を連れている老人が歩いている。カップルや学生が楽しそうに話している。ベンチに座ってワンカップを飲むサラリーマンが見える。いつもの光景だ。おいあんた。犬を連れた老人とすれ違いざまに声をかけられた。大丈夫か？何が大丈夫かと老人を見る。老人は俺の肩を見ている。右肩を見るとシャツに泥がついていた。かなりの量がべったりと張り付いている。困惑しつつも、どうりで肩が重かったわけだと納得して泥を振り払う。そしてシャツに残ったシミを見て鳥肌が立った。シャツの肩の部分に4本の筋ができていた。後ろから前にかけてやや広がる形。これ手形じゃないのか？どう見ても後ろから肩をつかまれた形に見える。その形に泥が乗っているのだろうか。吐き気がする。嫌な匂いがシミから漂っていた。あんた、お参りしてきなさい。すごく変な顔している。
顔色も良くないよ。老人はそう言って犬を連れて去った。すぐ近くに代々木八幡宮がある。老人の背中に目をやると、腰から赤いお守りがぶら下がっていた。念のためにお参りしていくか。お守りも欲しい。肩は相変わらず重い。念のためにお参りしていくか。お守りも欲しい。肩も相変わらず重い。不安がよみがえってくる。頭の後ろがガンガン鳴っているような気がする。怖い。薄暗くなり始めた道を急ぎ足で代々木八幡宮へ向かう。初めて行った代々木八幡宮は都心に似つかわしくないうっそうとした雰囲気で結構怖かった。お参りしてから厄除けなお守りを購入する。手に持ってお守りの感触を楽しみつつ神社を出る。鳥居をくぐったところで手の中でパキッと音がしてお守りが割れた。何も考えてはいけない。気にするな。たまたまだ。神社に戻って厄除け以外のお守りも全種類購入する。丁寧にカバンの奥にしまってから鳥居をくぐって道に出る。何も聞こえない。大丈夫だ。大丈夫。翌日も行ける限りお寺や神社を巡り、お守りやお札を買いまくった。怪訝な顔をして俺を見るお坊さんや神職の目を避けるようになるべく急いでお守りとお札を買って回った。カバンがパンパンになり、一旦会社に戻って机の上にお守りとお札を並べる。なんすかそれ。同僚の女の子が聞いてきたので資料だと言っておいた。再び電車やバスを駆使して近隣の自社を回り、夕方に会社に戻ると机の上のお守りとお札が全部なくなっていた。あれ？お守りどうした？同僚に聞く。なんすか？いや、机の上にあっただろう、お守り。さっきのってかまた買ってきたんですか？たくさん必要なんだよ。そんでここにあったお守りどうした？どうもこうも手つけてないっすよ。机の中じゃない？引き出しを開ける。何もない。おい、冗談やめろって。同僚の椅子の背もたれを掴んで揺らす。パソコンに向かっていた同僚がこちらに向き直る。やめてください。何もしてないっすよ。社長じゃないってか先輩、何それ。同僚が俺の肩を指さす。吐き気がした。右肩に泥がついていた。昨日と同じ形だった。すぐに会社を出て自転車で代々木八幡宮に向かう。何でもいいから神社の人に相談したかった。飛ばしすぎたせいか息が上がる。信号で止まり肩で息をする。吐き気がすごい。今日は何も食べていないのに胃が何かを吐き出そうとしている。耐えきれず自転車から降りて排水口の蓋に吐き出すと黄色がかった胃液が大量に出てきた。胃が荒れているのか少し泡立っている。再び吐こうと身をかがめた瞬間、横からすごいスピードで自転車が突っ込んできた。頭に衝撃を感じて意識が飛んだ。
どうやら救急車に乗せられているらしい。痛む頭を救急隊員が手当てをしている。そのまま病院に運ばれて検査を受けるらしい。少しの間とはいえ、頭を強く打って気絶していたので、その日は病院に泊まっていくことになった。病室に寝かされた俺のところに女性の看護師さんが入ってきて、俺のカバンを枕元の台に置いた。病室はカーテンに仕切られたベッドが4台ある大部屋で、使っているのは俺の他にじいさんばあさんのようだった。老人ホームに入ったような気がした。看護師さんは何か言いにくそうにしてそのまま出て行った。明日は休むと会社に連絡しようと思ってカバンの中のスマホを取り出す。カバンを開けると中に入っていたはずのお守りやお札がすべてなくなっていた。周りのじいさんたちは眠っているようで、俺は声を小さくして会社に電話にした後、実家に電話した。母親の声を聞きたくなったのだ。母ちゃん覚えてるか？俺がガキの頃神隠しに会うたやん。覚えとるで。そのせいで町におられんようになったんやわ。あんな、俺最近ちょっとおかしいねん。なんで？山に入ったんか。いや、入ってへんけど。なんや、そしたら何がおかしいねん。いや、なんか具合が悪いというか。言葉に困った。取りつかれたかもしれないと言えなかった。まあ今度家に帰っておいで。お父さんも喜ぶやろ。わかった。と伝えて電話を切る。スマホの画面を見ると20時だった。検査で随分と待たされたからすっかり夜になってしまった。今日は寝るしかない。明日早いところ退院してお寺か神社に行こう。その時、俺のベッドでギシッと音がした。隣で寝ているじいさんを起こしてしまったんだろうか。すいません、と心の中でつぶやいてスマホを枕の下にしまう。また隣でギシッと言った。しばらく目を閉じて眠ろうとするが、なかなか眠くならない。ギシッ、ギシッと隣のベッドで音がする。じいさんがトイレに行こうとしているんだろうか。ギシ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 。ベッドがきしむ音がどんどん大きくなる。なんだこれはと思う間に、俺とじいさんの反対側のベッドでもギシギシ音がし始める。さらにその隣のベッドもギシギシいったかと思うと、ガタ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 と大きな音を立てて揺れ始めた。俺が寝ている以外の3台のベッドがものすごい勢いで揺れているのだ。暴れているのはじいさんばあさんか、はたまたベッド自体か。そう考えた途端、部屋全体がゴーゴーと音を立てて揺れ始めた。まるで大きな地震のようだった。カーテンが揺れ、天敵が倒れる。右肩が思い切り握りしめられたように痛んだ。左手で右手を押さえつつ、俺はナースコールを探した。部屋が揺れる音以外にも、人のうなり声のような低い音が部屋全体に響き渡っている。頭の上にナースコールを見つけて手を伸ばす。カーテンの向こうから手を伸びて、ナースコールを押そうとしている俺の腕を掴んだ。うう
恐怖でパニックになりながらナースコールを押す。俺の腕を掴んでいる手はものすごい力で俺の腕を握りつぶそうとしているようだった。そして揺れるカーテンの向こう、手の先には肩が見え、黒い紙のようなものが。そして一瞬大きくカーテンが揺れて顔が見えた。あの女の子だ。何年も前の心霊番組で取りつかれ行方不明になっていた木崎美香。あの映像のままの格好でそこにいる。しかも一瞬見えたあの目はまさにあの蒸気を逸したぐるぐる回る気持ちの悪い三白眼だ。めちゃくちゃにナースコールを連打しているとようやく看護師さんが来た。その瞬間轟音は止んで揺れも治った。まるで何事もなかったかのように夜の病院は静まり返っている。もうダメだ。取りつかれているんだ。お守りもダメ。相談しに神社に行こうとしたら吐き気に襲われ、気がつかないところから自転車にはねられ病院送りだ。今日一日でいろんなことが起こりすぎている。このまま夜を越せるのか。無理に決まっている。次に何かが起きるまで寝ていられるのか。ガタガタ震える俺を見て看護師さんが心配そうに声をかけてきた。大丈夫ですか？入院患者に向かって大丈夫ですかとは妙だなと思った。カバン開いてたんで見えちゃったんですけども。看護師さんは言いづらそうにしながらも言葉を続ける。お守りとかさっきあんなにたくさん持ってたのに全部なくなってるなんて初めてで、今もいるっていうか、ごめんなさい、こんなこと言ったらいけないんですけども、いるって見えるんですか？看護師さんは小さくうなずいた。昔からそうなんですけど、あなたの場合割とはっきりですね。怖くないんですか？怖いですよ、すごく怖い。窓のすぐ外にいますから。窓の外を見る勇気はなかった。でも心配というか、何とかしないと多分やばそうで。なんとかってできるんですか？お願いします。なんとかしてください。思わずそうまくし立てた。今から来てくれるかわからないんですけど、そういう人が知り合いにいるので連絡してみますか？お願いします。すぐに来てもらいたいです。今日も神社に向かっていたんです。そしたらいきなり離れられて。わかりました。ちょっと待ってくださいね。